本年度ベネチア国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、世界中から注目を集めた北野武監督最新作「アキレスとカメ」。芸術に魅了された純朴な男と彼を一途に支え続ける妻を描いた切なく美しい感動の話題作がいよいよ9月20日に全国ロードショーされます。常に新たな挑戦を続ける北野武監督。本作では監督、脚本、編集を手掛けるとともに主演としても活躍。また映画に登場するすべての絵画を描いています。14作目となる「アキレスとカメ」にかける世界の北野の思いとは。愛と芸術をテーマにした夢を追いかける夫婦の物語。アキレスとカメの世界をご案内します。アキレスとカメっていうそのゼノンのパラドックスっていうのはあるんだけど、アキレスとカメに追いつけないというか追い越せないっていうのは非常に現実的にはすごいへりくつなんだけど、そのへりくつある程度数学理解するとそれもそうだなと思ってしまうのはね、それとこう芸術の下手じゃんって言った方がいいんだけど、でもこういうコンセプトアートとかいろんな理屈をつけないとそうかなと思ってしまうというのを引っ掛けて、一応今度は画家の映画なんで、画家に芸術にまつわることって意外にそのパラドックスだという感じがあって、一番有名な「アキレスとカメ」っていうのがタイトルとしても面白そうだなと思ってつけちゃったんだけど。何やってんだお前ら。お前らか、いっつも書いてんのは。あいつら芸術わかんないんだよ。絵を描いててね、この絵をね人にあげるんだけどまだいっぱい溜まってんだけど、この絵をただあげておしまってはつまんないし、なんか写真でも撮ろうかと思ったんだけど撮るほどの絵じゃないのね。だからこう個展やるほどのもんではないんだけど、でこれを利用するにはどうしたらいいかって言ったら、画家の絵を撮ろうっつって、それもこの絵を利用するんだったら才能のない画家でこんな絵を描いてまだ画家を続けたいと思ってるやつの映画を撮るべきだっていうことになって、でなぜこうなったかというと、子供時代に親に褒められたり周りの人が褒めちゃうからその気になったっていうような映画にこの絵を使えばいいという。こんなに自由に大きく描ける子はいませんよ。このまま成長したら私なんか簡単に抜かされちゃうな。裕福な家庭に生まれ育ち、幼い頃から絵を描くことが大好きだったマチスは周囲の影響もあり画家になる夢を抱くようになった。しかし両親の度重なる不幸から生活は一変。マチスは周囲に見放され、いつしか絵を描くことだけが生きる指針となってしまう。芸術に明け暮れ大人になったマチスの前に現れる運命の女性幸子。マチスの純朴さに惹かれた幸子は2人で夢を追うことを誓う。そして今いまだ画家として成功を収めていない2人は夢を叶えるため芸術の世界にますますのめり込んでゆく。日々訪れるさまざまな出来事、そして夫婦の危機。2人が見つけた本当に大切なものとは。来ましたね。マチスも散々いろんなことやって当たんなくて、いろんなそのモダンアートみたいなの見て狂ってくるんだけど、発想がなくて真似ばっかりしたりなんかして、傍から見れば笑うようなこと始めちゃうんだけど、
その面白さにちょっと気が付いてきちゃってるっていう、かみさんも手伝ってるうちに、そういう感じではあるけどね。やっぱりこう今芸術家みたいな、なんかやりたいことをやるべきだとかね、やりたいものを見つけるべきだっていう風潮をちょっと俺イライラしてるんだけど、現実にね、自分が学生の時その家庭環境もあったけど、家庭で親に工学理工系の学校に行って就職して、一番就職しやすいんだから金稼げって言われたことに対する反発があって、それは片っぽでアートとか芸術をやってるとかいうのに憧れちゃったとかあるのね。でそれでかなりその影響があったけどね。ところが今になったら今度は逆にそれが段階の世代でそんな波がガンと来た時に、今逆になってアートをやれって時、そんなことやったって言ったらいいかね、すごいね反対に回ってるね。ただ映画では相変わらず同じ姿勢で売れることはまた別みたいなところあるけど、当時違う職業に就くことが重要で売れることってのはまた違う話だね。単なる社会の一員としてなんか理工系の学校行って工場入ってどうのこうのっていうのに反発するためにアートみたいなのを目指して、それでその後出世するっていう意識はないからね、みんな。だから産業とかそういう高度成長の枠組みに入らなくても自由人でいられたってことがステータスであるっていうのがこの映画ではかなりそっちの方が強いよね。当たるべきだと全然言わないし。よーいスタート。結構笑ったなこれ。でもなんかまだやりたい気もしないけど。ちょっと待った。これだけいくとよ。黄色と色違いどうかな。黄色ある？じゃあここまた何？青と今黄色でやる。じゃあどうしよう。黄色青か。じゃあこっちだ。こっちだったね。はい。次もう一回。はい。それから今度落ちる。アートに携わるものは携わってる現実だけでもう全て解決していて、それが当たる当たらないというのはまるっきり違う話であって、そんなずうずうしいことを思っちゃいけないという、当たる当たらないはそれはもう宝くじに近いようなもんで、真剣にアートに関われば関わってること自体が逆には芸術であって、それで十分というような結論に達するまでの話になったんだけど、そうすると、自分のエンターテインメントとしての結論はやってりゃいいんだっていうことになっちゃうんだけど。柳沢さん、一発で終わらすわ。一発でドドカーンって言って。じゃあ中はさっきの自転車のやり方と同じことになるから、で一括でドーンって言って、うわーってなって全然出てこないんで、行ったら死んでるっていうの。よーいスタート。オッケー。豪華な顔ぶれが揃ったアキレスとカメ。芸術に打ち込む主人公ビートたけし。
寄り添う妻樋口加奈子、なんて画家の絵かね、今は言えないんですけど。脇を固める実力派のベテラン俳優たち、また今注目の俳優も多数出演し、スクリーンを彩っています。音楽を担当するのは映画やアニメなど幅広い音楽プロデュースを手掛ける梶浦由記。繊細で美しい音色がより深く映画の世界へと導いてくれます。さまざまな才能と個性が融合し、夫婦の在り方や幸せの意味を問いかけてくれる感動作に仕上がったアキレスとカメ。監督にとって映画とは一体何なのか。なんか映画ってまたアートの中でも特別かもわかんない。それに従事してる人たちの入れ込み方ってなんかちょっと見たことないぐらいこう入ってる人いるじゃない、映画だけでね。とそれはなんかちょっと普通の芸術で個人でやることではないとこもあるから、100何人扱うみたいなとこの一応対象になってるわけで、それのことも含めて映画って特別だと思うね。だからなんかあれだね、よっぽど俺らみたいにずうずうしくないとダメかもわかんない。